ご視聴ありがとうございます。今回の動画は京都を旅する1泊2日です。9月後半の京都、まだまだ暑さが厳しいのと、何度か京都には来ていますが、いつもなんとなく神社やお寺を巡って終わっていたので、今回はちょっと趣向を変えて、自社の拝観に加え、体験物を織り交ぜた滞在にしようと思っています。11時20分頃京都駅に到着。荷物は100席未満の飛行機にも持ち込めるサイズの小さいキャリーケースですが、お店に持ち込むと邪魔になるだろうし、ずっと持って歩くのも大変なので、お宿までのデリバリーサービスを利用します。今回利用したのは佐川急便さんのサービス。八条東口の改札から出て、左に曲がって進んだ先にあるこちらで荷物を預けます。京都市内のお宿に1個1000円で当日配達してくれます。身軽になってお昼ご飯を食べに行きます。予約しているお店は四条駅の近くなので、地下鉄烏丸線の案内に従って進んでいきます。地下鉄、平日の昼間ですが座れなかった人も結構いて、車両内に1人から2人分くらいのスペースを空けて立っている感じの混み具合でしたが、大きなスーツケースを持っている方も多いので、混雑しているというより人数に対して空間のゆとりがない感じでした。私も観光客の立場なので申し訳ないのですが、バスも満員で生活路線の人が困るだろうし、地元の方は大変だろうなって思います。2駅乗って四条駅に到着しました。ここから5分くらい歩いていきます。Google マップのガイドに従って歩いてきて、道から奥の方に入っていくとお店に到着。お店はこちら、おもてなし小松さんです。カウンター席と2人掛けのテーブルが2つある店内で、看板も表の扉の上に控えめに出ているだけの隠れ家的なお店です。お料理は事前に予約していたコース。盛り付けも綺麗で、もちろん味も美味しいです。平日ということもあってか、私がお店にいる間、貸し切り状態でした。お食事をいただいた後も30分くらいお店のご主人と世間話をさせていただき、次の予定にちょうどいい時間になったので、13時30分ぐらいにお店を出ました。次の目的地までは徒歩5分くらい。予約時間まで少し時間が空いているので、すぐ近くの仏光寺さんへお邪魔しました。境内は平日ということもあってかあまり人がおらず、お堂の階段に座ってくつろいでいる人や、軒下で休憩している人など、日陰にいれば割と過ごしやすい感じでした。しだれ桜の木があって、桜が咲いているところも見てみたいです。意外に思ったのが、境内にお食事処があって、定食や丼物などのほか、カフェラテなどのドリンクや、可愛い感じのソフトクリームなど、カフェのようなメニューもありました。ちょうどいい時間になったので、仏光寺さんからすぐ近くの次の予約のお店へ。京唐紙を使った制作の体験ができる唐丸さんです。こちらのお店は四条駅や仏光寺の方から来ると、一軒手前に唐紙のギャラリーや事務所などが入っている建物があって、お隣の唐丸さんとの間に壁があるので、パッと見たら唐丸さんが一軒奥にあるのに気づきにくいので、
間違えて会社の方に行かないように気をつけてください。私はしっかり間違えました。からまるさんのお店に入るとスタッフさんが出迎えてくれて、ちょうどこの時間の予約は私一人だったらしく、ここでも貸し切り状態。私一人のために実施してもらうの、なんだかちょっと申し訳ないです。スタッフの方から道具の説明を受け、からかみについてのビデオを鑑賞した後、制作の手順の説明を受けて実際に作業へ。一度スタッフの方が手順を見せながら一通り説明してくれますが、作業中も常にアドバイスをいただけるので、作業工程は難しくはありません。絵の具の乗り方にムラができたりしないように慎重に作業を進めていきます。一度全体に絵の具を乗せて紙を置いて擦った後、二度目は半分ずつ絵の具を乗せて擦っての二度刷り。ちょっと絵の具がかすれてしまったところがあるけど、綺麗なところを切り取って製本するので、一部がかすれてしまったくらいなら大丈夫でした。こちらが完成した御朱印帳。絵の具が金色なので、金が映えるように赤い紙を選んでみました。ショップでは自宅でできるキットなども販売されていました。15時30分ぐらいにお店を後にしました。今日のお宿まで歩いて約30分。途中にあるスポットも観光しつつ歩いていこうと思うのですが、冷たいドリンクを持って歩こうと、さっき見かけた仏光寺さんのお食事処でカフェラテを購入しました。日が傾いた分暑さは和らいでいたので、汗はかくけど歩ける暑さで、歩いていくとルートの途中に小生園があったので立ち寄ってみました。小生園は東本願寺の飛地境内寺の庭園で、1641年、寛永18年に三代将軍、徳川家光から約1万坪の土地が寄進され、安土桃山時代から江戸時代初期にかけての武将、石川定山の趣向を入れて策定された庭園です。四季折々の花が咲き誇る庭園の変化に富んだ景観は13景と称されているそうで、1936年、昭和11年には文人趣味にあふれる仏寺庭園として国の名勝に指定されています。芝生の上では外国の方がくつろいでいて、喧騒を離れたのどかな雰囲気でした。人はまばらでゆっくりお庭を鑑賞できました。小生園を出て、次も宿までのルートの途中にある33間堂さんへ。
小生園を出たのが16時11分で、拝観終了が17時なので、行ってささっと見れば間に合うかなと思っていたのですが、門が閉まっていました。Google で17時までになっていたのですが、受付終了は30分前、あと2分間に合いませんでした。ちゃんとホームページの中まで入って確認しないとダメですね。ちなみに11月16日から3月31日の間は16時閉門になるので、15時30分が受付終了になります。私と同じように間に合わなくて、おうってなってる外国の方が数人いらっしゃいました。33元堂さん。京都には何度か来ていたのに、実はまだ行ったことなくて、今日はちょうどルート上だし行けると思っていたのに、なかなかご縁がつながらないです。まあ仕方がないので次に期待ということで、今夜のお宿に到着。宿坊智釈院会館さんです。真言宗智山派の総本山、智釈院の境内にある宿坊で、以前ネットで見かけてずっと泊まってみたいと思っていた施設です。宿坊の宿泊者で希望者は朝のお勤めにも参加できるので、早起きできたらお勤めにも参加したいと思います。フロントでは剃髪でサムエ姿のおそらく僧侶の方がチェックインの対応をしていただいて、アメニティはカウンターから必要なものをいただいていくようになっていました。2000年に建て直された館内はまだ新しくてすごく綺麗です。今回予約したお部屋はスタンダードタイプのツインルーム。お部屋もすごく綺麗です。窓からは境内の木々やお堂などの景色が楽しめます。室内の設備はバストイレ別で、バスルームは洗い場付き。冷蔵庫やポット、お茶セットとお菓子が置いてあり、お部屋もまるでホテルのようで素敵です。夕食は17時から20時までの間から1時間ごとに時間を選べました。今日は夜にまた1カ所出かける予定なので、早めに17時でお願いしました。こちらのレストランで夕食です。お料理は京懐石と精進料理から選べて、京懐石はお値段ごとに4種類のコースがありました。私は一番スタンダードな3300円のコースでお願いしましたが、お出汁の効いた煮物や茶碗蒸し、お作りもあり、味も量も十分のお料理でした。食事の後は境内を散歩に行きます。一般の拝観時間は終わっているので、おそらく宿泊者の方が2人ほどいらっしゃいましたが、ほぼ貸し切りに近い状態で、静かな境内を歩けるのも貴重な体験です。ちょうど日も落ちて暑さも和らいで風が通っていたので過ごしやすい夕刻でした。一度お部屋に戻って18時半過ぎに出かけます。外はもう真っ暗。昼間よりは人通り少ないと思いますが、帰宅途中の人や観光客でそれなりに人通りは多く、歩いていると前からも後ろからも日本語以外の言葉が聞こえてきました。で、どこに向かっているかというと、建仁寺さんの夜間拝観イベントに向かっています。
新幹線を EX 予約で京都まで購入していたからか、EX 旅先予約から京都のおすすめ体験みたいなお知らせメールが来ていて、それに建仁寺さんの夜間拝観サウンドアートナイトイベント全ナイトウォーク京都の案内があったので、普段から一度家に帰ったらもう出かけたくないっていうめんどくさがりの性格で、それが旅先でも遺憾なく発揮されて、夜ホテルから出たくない私ですが、お寺とデジタルアートのコラボ、面白そうだなと思って珍しく夜に出かけている次第です。30分くらい歩いてようやく到着。門入って受付へ行きますが、めちゃくちゃ混んでました。入場待ちの列かなり長くなってます。当日券購入待ちの列も長いけど、前売りを買っていた人の列もかなり長くて、20分待ってようやく入場できました。多少混んでいるとは思っていましたが、平日だしって甘く見てました。中は建仁寺さんの襖絵なども通常拝観と同じように見学できて、ライトアップされた中庭や、黙々とスモークが焚かれた中に広がる青い光の跡など、涼やかな演出でした。最後に訪れた天井に総龍図の描かれた鳳堂では、天井の総龍図と対をなす形で設置された龍図の映像が楽しめました。禅宗寺院において龍は守護神で、僧に仏法の雨を降らせる存在とされていて、現代ならではの仏法の雨を降らせる龍を描くことに挑戦された作品だそうです。建仁寺さんを出て帰りはタクシーで帰ります。さすがに歩き疲れました。でも今日の歩数を確認すると19,000ちょっと。思ったほど歩数なかったです。お部屋に戻って昼からたくさん歩いたし、暑いしで汗まみれだったので、お風呂に入ってさっぱりします。明日はお勤め体験に参加するために5時起きの予定。疲れたし、早く寝なきゃと思ってベッドに入ってもなかなか寝つけず、結局最後に時計を見た時は0時過ぎてました。翌朝なんとか5時に起きて、身支度を整えてロビーへ。どれくらい参加者いるのかなって思ってたけど、この日は30人くらいでした。僧侶の方がお迎えに来てくださり、みんなでお堂へ移動します。昨日の夕方が過ごしやすかったので、早朝だしまだ暑くはないだろうって思っていたのですが、今日は湿度が高いのか、昨日の夕方よりも暑くて、お堂までの距離でも少し汗ばむ陽気でした。まずはこちらの金堂でのお勤め。金堂の中は開け放されていて、大きな扇風機も回っていたのと、その静寂な空気感も相まって、汗も静まりお勤めに参加できました。僧侶の方々の度胸を聞いて、終わりの方で私たちも昇降するという流れでした。次に隣の明王殿へ。こちらは不動明王様がご本尊で、こちらでも度胸を聞いた後にお昇降。お勤めの最後にお守りをいただきました。その後は僧侶の方の案内で名勝庭園の見学へ行きます。お勤めとも庭園とも関係ないのですが、私の中で僧侶の方ってゆっくりと歩くイメージがあって、なぜそんなイメージだったのかはわかりませんが、実際に目の前で見る僧侶の方々、割と皆さんスッスと歩かれていて、しかも歩く速さの割に足音が小さくて、縁側のような板張りの床を歩く時でもあまり足音がしないのがすごいです。歩きながら足音を立てないように気をつけてみたけど、板張りの上は特に足音がしがちで、僧侶の方の歩き方を見ていると、畳敷きの上でも全体に聞こえるように私たちの前を移動しながら歩いている間、
足元に意識を向けている感じはしないのに、きちんと畳のへりは避けて歩くし、畳のへりって私は気をつけて歩いているつもりでも時々足の感触でやばってなるのですが、僧侶の方々自然にへりを避けて歩くのもお作法や修行の賜物なのでしょうね。と、そんなことを考えながら庭園の眺められるお部屋に到着。利休好みの庭として伝えられる庭園で、中国の廬山を模した築山や長江をイメージした池など、細かくお庭の説明をしてくださり、その他にも国宝の障壁画の説明などもあり、お勤めと合わせて1時間半くらいで終了しました。その後は朝食へ向かいます。夕食とは場所が変わって、大広間が朝食会場でした。昨日の夕食は京懐石でお願いしましたが、せっかくなので朝食は精進料理でお願いしました。精進料理ってあまり味気がないのかなって勝手なイメージを持っていたのですが、そんなことは全くなく、特に厚揚げやお豆腐は美味しくて、体に優しそうなお料理でした。食事の後は一般の拝観が始まる前に境内を散歩。さっきより日が高くなって、また違った風情です。一度お部屋に戻り、荷物を片付けて、チェックアウト前に昨日作った御朱印帳を持って、智積院さんの御朱印をいただきに行きます。その帰りに宝物殿によって、国宝の障壁画などを見学。チェックアウトをして八坂神社のあたりまで行きます。歩くと約30分。行けるかなって思って歩き始めましたが、昨日の昼より暑い気がする。そもそも今日は早朝から暑かったし、バスに乗ろうかとも思いましたが、通勤時間かなっていうくらい満員のバスが走っていて、とても乗る気になれない。というか、多分満員すぎて乗れない。結局、15分くらい歩いて、暑さに耐えきれず、東山五条の交差点付近、大谷本廟の入り口付近にあったタクシー乗り場からタクシーに乗りました。料金700円くらいの近距離で乗せてもらうの申し訳ない。最初から智積院さんでタクシー乗ればよかったです。八坂神社付近のお店を散策し、暑さに負けてカフェで一休み。少し休憩したらカフェの隣にある祇園祭ギャラリーがあったので入ってみました。お祭りに関する展示や実物大の山鉾がありました。その後は八坂神社さんを参拝して丸山公園へ。そこでここ、長楽館さんへ訪れました。こちらは期間限定で、おなりの間の公開がされてました。長楽館さんは1909年、明治42年にタバコ王と呼ばれた実業家、村井吉兵衛氏によって国内外の賓客をもてなすための迎賓館として建築され、1986年、昭和61年に多くの家具調度品も含めて京都市有形文化財に指定された建物で、長楽館という名前は初代内閣総理大臣伊藤博文氏に名付けられたそうです。こちらがおなりの間。書院造りの和室で、折り上げ角天井や金銀砂子を用いた襖絵などの和の要素と、バカラ社製のシャンデリアが彩る洋の要素、東洋と西洋の文化が融合したお部屋です。天井の折り上げ角天井は格式の高い部屋に用いられる建築だそうです。
こちらの襖絵に描かれている鳥は千鳥。百人一首の淡路島、かよう千鳥の鳴く声に、幾夜寝覚めぬ須の関森という歌を表現した絵だそうです。長楽庵という茶室も特別公開されていて、和柄の丸いステンドグラスが素敵なお部屋です。長楽庵を後にし、この旅最後の目的地、ランチに向かいます。こちらの船鶴さんの建物は登録有形文化財に指定されていて、一目で格式高いのがわかる門構えに圧倒されます。結婚式場になっていて、映画本能寺ホテルのロケ地にもなった場所です。レストランはこちら、フレンチレストランのルアン船鶴京都鴨川リゾートさんです。受付をして席に案内されるまでロビーのソファーに座って待ちます。本来は奥に見える川床の席で予約をしていたのですが、今日はかなり暑いですし、室内のお席も用意してくださっているとのことで、室内の席に変更していただきました。4000円のランチコースで、前菜はサーモンのマリネ、京湯葉のコンディマン、周りにかかっているソースがクリーミーでありながら、柑橘のさっぱりとした味わいですごく美味しいです。スープはかぼちゃの冷製ポタージュ。この白いクリームを溶かしながらいただきます。メイン料理はお肉とお魚から選べ、肉料理をチョイスしました。奥丹波鶏と今日の季節野菜、お肉にマッシュポテトに野菜、お肉柔らかいし、マッシュポテトも野菜のグリルも美味しかったです。デザートは室内か外かどちらにするか聞かれ、せっかくなので外で京都の川床体験。ココナッツとマンゴー、アニスの香りとともに、ココナッツを模した形のデザートで、外側のココナッツの皮を模した部分はチョコレートでした。甘すぎず食べやすくて美味しかったです。食事を終えてタクシーを呼んで京都駅まで。京都駅に到着して、駅ビル内でお土産を購入します。猫ちゃんのクッキーと着物のチョコが可愛くてパッケージ買いです。だいたいいつ見ても混んでいる新幹線改札内のスタバでドリンクを購入して新幹線に乗車します。1泊2日の京都旅、滞在日数短いながらも充実できて楽しめました。今回は宿泊場所の位置などから移動時間も考えて訪れる場所を選びましたが、京都らしい文化体験のお店などまだまだ気になるところがあったので、また今度は京都市内の別のエリアを中心にしたプランで来てみたいなと思っています。ちなみに今回訪れた場所の中で建仁寺さんの夜間イベントと長楽館さんの特別公開は期間が終了していますが、京都観光ナビのサイトに別の場所で開催されている夜間イベントや特別公開の情報が掲載されていました。概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければ参考にしていただければと思います。これからも旅の動画を投稿していきますので、また見に来ていただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。